伊豆旅行の2日目、本日は修善寺マリオットから車で1時間、沼津千本湊町にお昼を食べに来ました。港ということで美味しそうな海鮮丼が食べられるお店を調べておきました。平日のお昼頃に着きましたが、人の多さにびっくりしています。こちらの港新鮮館さんはお土産屋さんや飲食店が複数入っている施設で、トイレも中にあったので迷ったらぜひ覗いてみても良いと思います。それでは本日の昼食、下調べしてきたマルテンさんにお邪魔します。お店は明るい印象で店員さんの感じもすごく良かったです。初めてのお店で料理のサイズも分からず、男性の店員さんに聞きましたが、的確なアドバイスをいただきました。帰りには近隣の観光場所を聞いたのですが、熱心に教えてくれて、料理も接客も大満足のお店でした。私はこちらワイワイ丼、お世辞抜きに本当に美味しかったです。最近食べた記憶に残るお刺身の中で一番美味しかった印象です。味付けいくらもプチプチで、どの素材も全て美味しかったです。7種類の魚介が入って味も価格も大満足でした。妻はこちらニコニコ丼、10種類の新鮮な鮮魚が入っている数量限定品です。ハマチをもらいましたが、歯ごたえと旨味がすごいです。私の住む神奈川の山の方では食べられないお刺身です。同じ魚を食べているのか疑問に思うくらい美味しさが違いました。小学校4年生の長男は三色丼、当日のメニューにはなかったのですが、店員さんが生しらすの三色丼もできると教えてくれて頼みました。ホームページで生しらすを選んでいた長男は大喜びで、残り少し9割くらいまで一人で美味しいと頑張って食べていました。小学校2年生の次男はこちらかき揚げ丼、店員さんにも子供には量が多いと教えていただきましたが、動画も撮りたかったので頼みました。かき揚げはエビと貝柱がぎっしり詰まっていて、ずっしりと密度の高いかき揚げでした。次男は半分まで頑張りましたが、残りはみんなで分けて美味しくいただきました。私、この日は夕飯食べれなかったです。場所のご案内です。マルテンさんの提携駐車場は沼津港パーキングさんで1時間のチケットをもらえました。駐車場からは徒歩数分の距離にお店はあります。車で行く方は沼津港パーキングを目標に行くのが良いと思います。青い駐車場マークは関係者の方の駐車場入り口になると思います。赤い駐車場マークから入りましょう。ここからは少し細かく分かった範囲でお店の情報を発信していきます。我が家の気になる項目をチェックしています。訪問日から変わっている内容などあると思います。参考程度にご覧ください。予約はした方が良さそうですが、時期により受付してないようなので、ピーク時間帯は避けてお伺いした方が良さそうです。我が家の評価を採点形式で採点します。我が家の勝手な評価になるので参考程度にご覧ください。価格の判断は店舗のサービスなど総合的に見て、高いか安いかを採点しております。今回私の家族で4品を注文しましたが、本当に全部が美味しかったです。料理が美味しいのも高評価なのですが、気さくに話していただけた男性店員の方がさらに良かったです。周囲の観光場所やドローンが飛行できそうな場所など、お仕事に関係のない話まで付き合っていただきありがとうございました。最後にメニューを見ていきます。メニューや価格は時期によって変わりますので、心配な方はお店にご相談してみてください。神奈川の我が家から片道2時間くらいかかりますが、月1ぐらいで通いたいと思ってしまいました。今回は海鮮丼をメインに頼みましたが、マグロのフルテールシチューや中トロステーキなど
気になるメニューがいっぱいです。沼津で美味しいお店を聞かれたら自信を持っておすすめできるお店でした。この後我が家は教えてもらった三島スカイウォークに立ち寄り、日本最長の吊り橋を渡り帰宅しました。最後までご視聴いただき大変ありがとうございます。皆さんのおすすめや気になるお店がありましたらコメントに書き込みいただくと幸いです。今後の訪問先に検討させていただきます。